どうも皆様、明けましておめでとうございます。2026年一発目はこちら。これはなんて読むんだ？自分初めて手にするメーカーなので読み方がわからない。52 トイズでいいのかな？もしくは52トイズ。Anyway、このブランドのエイリアンゼノモーフの紹介。どのシリーズのエイリアンのフィギュア化とかではなく、オリジナルデザインのエイリアンだと自己判断。これ、海外メーカーであるのは間違いないと思うんですが、パッケージのここに表記されている通り、ヨシさんという造形師さんが担当。この方結構有名ですよね。そのパッケージを見てみると、機械に捕獲収容されたようなゼノモーフをブリスター越しから見られるようなかなか凝ったデザイン。こういう設備もウェイランドユタニ製なんでしょうかね。よし、ではね、開けていこう。初めて触るメーカーなんでドキドキ。よいしょよいしょ。よし、さあどんな感じだ？出てこい出てこい。宇宙ではあなたの悲鳴は誰にも聞こえないと。ほほほ。お、すっげえな。なんかやばいぞ。なんかやばい雰囲気がプンプン匂うぜ。すっげえな。これよし、ではね、中身の方すべて取り出していこう。はい、取り出して一つ分かったことがあります。このような台紙が付属していて、ここに表記されている通り、ウェイランドユタニコープとありますね。やっぱり手広くやるぜ、この会社は。よし、ではフィギュアの方見ていこう。はじめに個人的に気になっていたサイズ比較からいこう。まず大きさなんですけど、センチで言うとどれくらいだ？位置を合わせるとだいたい20センチいかないか、19センチぐらいかな。ネカのロムルスゼノモーフと並べるとこんな感じ。あんたでかすぎや。ネカのプレデターとレザーフェイス。これもネカのフレディとジェイソン。マフェックス T800 とエンドスケルトン。さらにマフェックスロボコップとホームランダー。マクファーレントイズスポーンとアメイジング山口ジョーカー。スーパーセブンのコナン君にハイヤートイズの乱暴者。さあ皆様ご唱和ください。せーの、フェターリティ。全体を見てみると造形面に関しましてはご覧の通りとしか言いようがなく素晴らしいですね。プロポーションも小顔でスタイリッシュ。個人的にはすごく好きです。これでいて5000円ちょいで買えましたからね。何なんでしょうかこれは。色は若干ブラウンがかっていて、さながらエイリアン3に出てきたドッグエイリアンか、エイリアンアースに出てきたゼノモーフのよう。光沢ある塗装でゼノモーフのぬめりある皮膚をきちんと再現してくれている。いやー、かっこいい。頭部を見てみよう。頭頂部のフードはグラデーションがかったクリアで再現されていて、中にある頭蓋しっかりと造形されているんですが、眼下が視認しづらくなっていますね。これそもそも眼下造形されているのかな？ちょっとわかりませんけども。正面から見るとフードの形状がつり上がっており、眼下も見えないことも手伝い、さながらバイザーのようでヒロイックな印象を受ける。ここもかっこいいですね。歯は銀色で塗装、造形も一本一本細かいですね。顎から出ているパイプは背中のパイプとつながっており、ここ可動にどう影響するか。頭の背面も抜かりなく造形されていますね。そんな背面にある慣れ親しんだパイプは大小4本。ここビッグチャップのようですね。中央にあるのはパイプというよりは背びれのよう。腕の方は肘に針のような鋭利な突起物があり、まさに生物兵器として作られたのを想起させる。指は6本で、そのうち4本はつながった造形。爪もきれいに銀色で塗装されている。
胴体の方、特徴的な外骨格は後ろまでつながっていて、で、肩まで伸びていて何かしらの器官となっていますね。ここもしっかりと再現してくれている。俊敏かつ強靭な下半身。無機体でもあり、有機体にも見える感じをこれまたしっかり再現。手の爪同様、足の爪も銀色で綺麗に塗装。かかとにも肘同様の突起物が造形。可動範囲、まずは頭部。接続箇所は頭の付け根と首の付け根ですね。それを踏まえて、後ろへはなんですけど、さっきも言ったこの背びれのようなものが干渉していけないと思いきや、この背びれもボールジョイントで動くので、このように避けてあげれば、上はここまでいけて、うつむきはここまでいけて、で、これもさっき言った顎から伸びたパイプが干渉するので、ぐるりと一周はできませんけど、横へはこうで、このように傾き取れて、ぐりぐりね、動くことができます。絶賛してきたこのフィギュア。しかしね、個人的にこの腕がいただけない。まず、腕の接続ジョイントなんですけども、これがね、ジョイントが小さく、耐久度があると思えない。まだ買ったばかりなので、どうなるかわかりませんが、今後非常に心配。そしてね、ゆるいです。結構ゆるい。肘もこんな感じでゆるいですね。これ個体差かもしれませんけど、残念すぎる。自分関節がゆるいとめっちゃ萎えるんですよね。遊ぶの怖くなるので、箱戻して二度と出したくなくなるんですよ。そんな肩及び腕の可動、まずこの外骨格から伸びた器官なんですけど、このようにボールジョイントでつながっているので、ある程度動きますね。で、肩バタフライ機構があって、ここぐらいまで引き出せますね。で、横へはここまでいけて、ぐるりと一周できて、腕の付け根で回って、二の腕バイセップスがあって、肘が二重でここまでいけて、手首はこのような可動。口元によって開閉可動あるんですけど、ここまで動いて、でね、この顎から伸びているパイプがね、ちょっと干渉というか、なんか突っ張ってというか、完全に口閉じることができないんですね。これも個体差かな、ちょっとわからないですけども、これくらいの可動があります。胴体接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて、後ろへはここまでいけて、うつむきがここまでいけて、胸の部分でボールジョイントですね。ぐりぐり動き、腰でもぐりぐり動けますね。下半身、まず腰のこの部分でこのように動いて、股関節に引き出し機構はなし。前はここまで上がって、後ろへはここまでいけて、股割りはここまでですね。これ以上やると足外れますね。で、ももに、これボールジョイントかなありまして、膝がここまで曲がって、で、この足首、この突起物はこのように動いて、後ろへはこうで、前はこうで、つま先可動があって傾き取れますね。この腕のジョイントの保持力に比べて、下半身はいい感じに硬いですね。これぐらい腕もあってほしかったな。付属品いきましょう。まずこちらはインナーマウス展開状態。インナーマウスそのものには塗装されていないので、これ器官というよりは骨そのものが飛び出していると解釈か？取り付け方なんですけども、この上顎が外れます。この牙のように伸びた黒い部分を掴んで引っ張ってあげると簡単に取り外せて、そしてインナーマウス展開状態のものを取り付けてあげるだけなんですけど、ちょっちめんどい。尻尾が2本。この最初からついているのは軟質ではあるものの、このようにすでにもう形づいているので、なかなか限定的な遊び方しかできない。片やこちらはベンタブル仕様で、このようにいろいろ動きをつけることができる。手首パーツは表情の違う開き手が左右分。最後に付属のスタンドなんですけど、この挟み込む部分が結構硬くてですね、なかなかいいスタンドですね。
はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。